プラス AI ニュースラボ。さて、今日の深掘りですけれども、日本政界で大きな波紋を呼びました自民党の裏金問題。これを取り上げます。ニュースの見出しだけだと、ちょっと全体像が見えにくいですよね。そうですね。なので、ご提供いただいた資料をもとに、その核心に迫っていきたいなと。はい。これ単なる、いわゆる政治と金の話というだけでもないような、そんな気がしますね。ええ、おっしゃる通り、資料を読むと、もっと根深い構造のようなものが見えてきます。ですよね。今回のミッションとしては、この裏金が、どうやって生まれて、何が法的に、あるいは倫理的に問題なのか、そして、なぜ今私たちがこの問題に向き合うことが大事なのか、そのあたりを明らかにしていきたいなと。はい。まず、そもそも裏金という言葉ですけど、これは、派閥のパーティー券の販売ノルマを超えた収入が報告書に載らないで、議員さんに還流されたお金、キックバックのことという理解でいいですかね。ええ、その通りです。それが基本的な定義になりますね。じゃあ、具体的にどういう仕組みでこのお金が帳簿から消えていたのか。資料にあった二重の不記載という言葉、これが鍵みたいですが。はい。ここが非常に巧妙な点なんですが、ほう。まず、派閥側。これが、ノルマを超えた分のパーティー券収入をですね、収入としてそもそも書かない。書かないんですね、まず。ええ。で、それを議員さんにキックバックする際も、支出として書かない。これが一つ目です。なるほど。入りもでも書かない。そういうことです。で、次にそのお金を受け取った議員側。はい。こちらも自身の政治団体の収支報告書に収入としてこれを一切記載しないんです。あ、受け取った側も。ええ。これでお金の流れが、その派閥と議員双方の公式な記録から完全に消えてしまう。項のチェックが全く効かない状態に。そういうことになります。で、重要なのは資料が示唆しているように、これが単なる記載ミスとか、うっかりとかじゃなくてですね、はい。意図的に長年、ある種、システムとして運用されていたんじゃないかという、その可能性が高い点です。これが問題をより深刻にしていますね。なるほど。システム化された隠蔽。そうなるとこれ、政治資金規正法違反、つまり虚偽記載ですよね。それだけの問題なのかと。ええ。もちろん PFCA 違反、虚偽記載は重大な問題です。はい。特に、その会計責任者だけじゃなくて、派閥の幹部とか、あるいは政治家本人がどこまでこれに関与していたのか、認識していたのか、そこが大きな焦点になります。ええ。ええ。ただ、問題は、おっしゃるように、それだけではないんです。というと。政治資金というのは、そもそも政治活動に使うという、大前提があるからこそ、非課税という特権が認められているわけですよね。そうですね。ですが、もしこの裏金がですね、資料でも指摘されていますけど、例えば私的な飲食とか交際費とか、そういうものに使われていたとしたら、なるほど。政治活動とは言えない使い方。ええ、そうなるとこれはもう政治活動費という非課税の枠からは外れるわけです。ああ。そうなるとそのお金は個人の、所得とみなされるべきものであって、本来は課税対象になるはずなんです。所得税の対象に。はい。つまり PFCA 違反に加えてこれは脱税の疑い、そしてもっと根本的な税の公平性、租税公平主義という原則を揺るがす問題にもなりかねない。かなり深刻ですね。ええ。公的な制度、非課税という特権を、ある意味で悪用して国民への説明責任も果たさない。この姿勢自体が政治への信頼を根本から壊しかねないと。一方でこういう声も聞きますよね。いや、もっと他に大事なことがあるだろうと。経済とか安全保障とか。この点資料はどう分析していますか？その議論ですね。資料ではかなり批判的に検討されています。こう。結論から言うと、政治資金の透明性とか政治への信頼というのは、他のどんな政策を進めるにしても、その大前提、土台なんだということです。土台ですか？ええ。ちょっと考えてみてほしいんですが、国民がですね、政治家は裏でずるしてるんじゃないか。で、疑いの目で見ている状態で、はい。例えば、増税をお願いしますとか、社会保障制度変えますよといった痛みを伴うような政策への納得とか共感って得られるでしょうか？確かに難しいですね。ですよね。当時の石破首相が演説で信頼回復を最優先課題に掲げたのも、まさにこの認識があったからだと思うんです。なるほど。だから、この裏金問題への対応というのは、他の課題を解決していくための、いわば
信頼資本を再構築する作業なんだと。決して後回しにできるものじゃないというのが、資料の分析です。信頼があって初めて他の政策も進むと。ではもしこの問題の全容解明とか根本的な改革というのが曖昧なまま終わってしまったら、長期的にはどんなリスクが考えられますか？そうですね。いくつか深刻なリスクが考えられますね。まず一つは、政治不信がもう慢性化してしまう。固定化されてしまう。はい。それによって民主主義そのものが軽快化していく。質が下がっていくリスクです。どうせ政治なんて変わらないよっていう、政治的シニシズムですね。これが広がると、特に若い世代の政治参加意欲を大きく削いでしまうかもしれません。それは避けたいですね。それから二つ目としては、政策決定そのものが歪むリスク。歪む？はい。裏金の使い道とかが結局よくわからないままになってしまうと、過去のその不透明なお金の流れによる、闇の力とでも言うんでしょうか。そういう利権構造みたいなものが温存されてしまって、公正であるべき政策決定がどこかで阻害されてしまうんじゃないか、という懸念ですね。なるほど。そして三つ目。これは政党の自浄能力に対する、もう根本的な疑念ですね。自浄能力。結局、報告書を訂正しましたとか、一部の議員さんを処分しましたとか、そういう表面的な対応だけでは問題を生み出した構造、例えば派閥中心の資金集めのあり方とか、そういうものが変わらない限りは、また同じようなことが起こるんじゃないか。再発のリスクが残ると。そうなると党の自浄能力そのものが疑われて、信頼回復なんてとてもじゃないけど望めないということになります。今回の深掘りで、この自民党の裏金問題単なる会計処理ミスとかじゃなくて、その20の不記載っていうシステム化された隠蔽があったこと。はい。そして、税の公平性への挑戦でもあるし、何より政治への信頼という日本の統治の根幹に関わる非常に深い問題だということがよく見えてきました。本当にそうですね。他の課題が優先だっていう意見ももちろんあるわけですけど、はい。資料は一貫して、信頼がなければ政策の実現なんてないんだと。だからこそこの問題に真摯に取り組むこと自体が全ての基盤を立て直すための最優先事項なんだと、そう示唆していますね。なるほど。資料の中では、じゃあどうすればいいのかということで、抜本的な解決策として、政治家本人への罰則をもっと強化するとか、第三者による監査を入れるとか、デジタル化を進めて透明性を高めるとか、そういう提案がされているんですね。はい。そういった提言がなされています。付け焼き場の対応ではなくて、本当にそういう構造改革にまで踏み込まないと、一度失われた信頼を取り戻して、健全な民主主義を守っていくというのは、もしかしたら難しいのかもしれないですね。まさにそこが問われているんだと思います。この問題、リスナーのあなたはどう考えますか？